皆さんこんにちは、ショーネルです。日本全国くじ引きの旅第3弾ということで、早速今回も全然準備してなかったということで、47都道府県全部入ってて、あと1万円から10万円まで5000円刻みで入ってます。これで今回の行き先と金額を決めます。じゃあ早速引きます。これ待って、やっぱやめた。これにします。せーの、じゃん。おー東京都が出ました。コメント欄でも私が東京を拠点にしているので、東京が出たらどうするのっていうコメントが多くあったので、これに関しては結構ね、事前に考えてました。今私が事前に考えてて、東京都で想定している旅だと3-4万円くらいがちょうどいいかなと思います。じゃあちょっとそれを引けるように頑張ります。おい、じゃん。お、2万円。まあちょっと少ないかも。2万円じゃ足りなさそうなので、工夫しながら東京都楽しみます。ということで今回は東京都に2万円で行ってきます。本日も東京駅からスタートします。久しぶりにこれぐらい暗い時間から始めるんですけど、今は21時27分です。今日はここ東京駅から東京まで2万円を使って旅に出ます。今回は若干節約旅になりそうなので、事前にちょっと大きめのお水を買っておきました。行ってきます。まずは切符を購入。山手線外回り品川渋谷方面に乗車します。最初の目的地はここ浜松町駅。あまり降りることがない駅を降りるときって緊張しませんか？10分くらい歩きます。あれ？あんななんかワンダーランドみたいな感じなの？ということで到着しました。こちらは東京竹芝客船ターミナル。竹芝駅に隣接していますが、節約のため浜松町駅から歩きました。結構近いですね。想像してたものと違う。連日満席だったので、事前にインターネットで予約していたものを発見しました。女性専用席で予約したんですが、チケットには書いてありません。本日は東京都の神津島に向かいます。ここから東京の離島に行く船がたくさん出ているわけなんですが、今回私は神津島、実は初の船旅、観光船とかは乗ったことあるんですけど、船旅自体は初めてなので、若干怖くてビクビクしております。お母さんには浮き輪持って行きなさいとか言われたんですけど、若干怖いんですけど、寝台列車に乗る感じで夜の移動を楽しみたいなと思っております。こちらは私の船より先に出発する橘丸、八丈島とか式根島とかに行くみたいです。コンテナがたくさん置いてあってかっこいい。その奥にあるあの船に今日は乗船します。早速乗船。多分出発30分前くらい。夏なので納涼船もやっているみたいで、乗る船間違えたかと思いましたね。おー、かっこいい。波の模様が描かれていますね。飛行機の登場みたいです。ド緊張の私とは対照的に後ろの方たちがすごく楽しそう。混ざりたいです。入って目の前には階段。なんだか少し貴族になった気分にさせてくれる構造です。探検の前に一度自分の寝床へ行きます。今回私が予約したのは特2等室。扉で仕切られていて、特2等室の人のみが入れる空間です。サルビア丸の客室は6種類。島に着いてからのことを考えると2等室にした方が良かった気もするのですが、今回は初の船旅、快適な移動を楽しませてください。
一部屋の中で区画が分かれて2段ベッドが置いてあります。お部屋からも外が見える丸窓が可愛いですね。私は冗談ラッキー。子供の頃に憧れてた秘密基地みたいなお部屋でワクワクします。座ると頭がつく高さ、枕と掛け布団、ベッドにはマットレスが敷かれています。カーテンを閉めればプライベート空間に。これがかなり嬉しいです。この部屋よりも金額が高い一等室は頭部分にパーテーションの仕切りがあるだけで、お隣さんこんにちはなので、私的には断然特に等室の方がいいのではないかなと思っています。カーテンを閉めれば消灯後でも明かりをつけられるのもかなり嬉しかったですね。腰掛けて荷物整理できるのもすごくいい。ここまで思いのほか快適で驚きの連続です。鍵付きのロッカーがあります。帰ってきますが100円が必要です。今までこのタイプに何回も置き去りにされた100円たちがいるので気をつけないと。リュックも入りました。出発5分前をお知らせするドラだったみたいです。もちろん出発はデッキで、急いで向かいます。たくさんの方が待機していますね。全員アバターです。大学生のサークルなのか、大人数のグループも結構乗船していて、かなり楽しそうでした。修学旅行的な感じですね。いよいよです。デッキにはいないですが、意外と一人旅の方も多いみたいですね。動いた。9時間55分の船旅スタート。ターミナルから手を振ってくれる方々がいます。船の上から見る夜の都会のビル群はとっても綺麗ですね。東京タワーも見えます。テーブルや椅子もあってデッキでもくつろげそうです。7階の展望デッキへ。上に遮るものがないので開放感があります。でも景色を見やすいのは6階かも。出港後は早速船内のレストランへ。23時の出港後、1時間後の24時には閉まってしまうので早めに来ました。レインボーブリッジをくぐるのは初めて。風が強すぎます。携帯ストラップはつけておかないと本当に飛ばされてしまいそうです。さあ戻って夜食タイム。レストランの隣には船内唯一の喫煙ルーム。安い位置で窓側席が空いていました。でも反射で夜景は見づらいです。朝の方が景色を楽しみながら食事できますね。大好きなうどんにしました。他はちょっと高くて今後のためにやめておいたという理由もあります。そういえば今日は普段なら絶対にしない腕時計をつけています。初の船旅がちょっと怖くてお守り的な意味でずっとつけていました。夜食の後はまた夜景を見てから部屋に戻ります。月も綺麗。エレベーターや多目的トイレもあってバリアフリーにもしっかり対応されています。とってもおしゃれな船内。船の中だって忘れちゃいますね。ゴミ箱は至る所にあります。お手洗いも綺麗。ペットルームも。ワンちゃん猫ちゃんたちって船酔いとかしないんでしょうか。展望デッキ以外にもベンチ席もあって、ここでお友達と乾杯している方もいました。23時50分、夜間照明に切り替えられました。
ここからお部屋でのお話等はできません。充実の自動販売機コーナー、スナック系も売ってる。レストランは並んでいたのでここで買うのもありですね。電子レンジやお湯もあるのでカップ麺も食べられます。スナック類にソフトドリンク、アルコール、アイスも迷っちゃいますね。本日の到着時間はこちらです。ロッカーに入らない荷物はこちらに置けますが鍵はありません。自販機は階によって置かれているものが違いました。2等室は毛布がないので1枚100円で借りられます。食品を保存できる冷蔵ロッカー、すごいですね。3分100円のシャワー、最初からほぼすっぴんでお届けしているのはこのためです。船舶公衆電話初めて見ました。船内探検を終えて自宅へ戻ってきました。備え付けの毛布があるので全く寒くありません。しかも枕がふっかふか、枕カバーまであります。思い切り手を伸ばせるくらい天井も高くてベッドの幅も十分あります。身長160センチですが足も伸ばせるし上げられるし回すこともできちゃう。さっき Wi-Fi をつないだので携帯を触ろうとしたらどういうことやと思っていたんですが部屋では使えなくて階段周りなら使えるそうです。揺れはそんなに感じないのですがたまに結構揺れる時もあります。寝る前に夜景を見に来ました。コンセントはライトのすぐ下にあり大きなアダプターだとさせません。私はこんな感じですがギリ使えました。それではおやすみなさい。おはようございます。日の出を見に来ました。早く来すぎました。肝心の寝心地はというとかなり快適に眠れました。船の到着時にパトカーが来るのって島に来たって感じがしてテンションが上がります。肝心の太陽は雲に隠れてしまっていますがかなり綺麗な朝焼けを見ることができて大満足です。改めましておはようございます。今は朝の8時半、あと20分、25分ぐらいで島に到着します。このお部屋は8人部屋っていうのかな、8人が寝れる2段ベッドが置いてあるんですけど、私以外の方はもう皆さん下船されて私だけがこの部屋にいます。で、私ももう全部準備し終えたのでこれから外に出て朝の海を見ながら島に到着したいなと思ってます。ちょっと声がすごい迫力。いい天気。あれか。サルビア丸に乗って現在神津島、じゃん、神津島にやってきました。乗る前は怖かったけど夜の移動ってやっぱりワクワクしますね。うわ、すごい、見てください、この海がなんかもう綺麗通り越して、魚、
ちょっと海が本当に透き通ってる水晶玉みたいな。しかも魚泳いでるの見えますか？見えるかな？魚どこ行っちゃった？今サルビア丸に乗って運ばれてきたコンテナたちがこれから運ばれるみたいですね。現在の残りのお金なんですけど、船の中でうどんも食べた、夜食食べちゃったので残り3814円です。なので3814円で神津島を楽しみ尽くしたいと思います。かなり綺麗な街並みですね。神津島は天気のこの舞台みたいですね。なんかすごい愉快な音楽が流れてる。まずは港すぐ近くにある舞浜海岸にやってきました。砂がサラサラで結構沈む。すごい綺麗。結構砂浜の傾斜が急ですね。うわー、来る。これなんだろう。すごい綺麗。これから自転車を借りに行きます。セブンイレブンなどはないのですが、島のコンビニがあります。神津島は坂が多いということで結構な坂道。ギア付き自転車4時間1800円です。電動自転車はないと思ってたんですけど、乗っている方がいたので、すみません、どこで借りたんですかって聞いたら、船着場近くのマッチャーレセンターで借りられるそうです。ところが結構お値段が張ってしまうので、私はご飯が食べられなくなるので、今回の旅では諦めることに。すごい海沿いを走ってるから気持ちいい。右を見れば大迫力の岩肌。どこに行っても綺麗な海が広がります。こんなの自転車で登れる坂じゃない。しんどい。なんか下り坂が怖い。こちら仏頭シーは赤崎遊歩道にね行く道で出会いました。ちょっと足が疲れてプルプル。見てください。自然がこうやって作り出したそうです。この穴を石が重ねられてるどこまで行っていいんだろうこれ。わかんないから控えめにしとこう。わー綺麗。さっきから通り行くバイクの人とか、あと車の人とかにめっちゃ見られるから入社認定されてるかもしれないです。やった。やっと到着しました。本当に諦めようかと思うぐらいしんどかったんですけど、やっと到着しました。赤崎遊歩道です。いいな、みんなシュノーケリングとかしてます。ユニバのウォーターワールドを思い浮かべるんですが、どうでしょう。すごい、かなりワクワク感あふれるこの遊歩道の作りが綺麗。結構ちゃんと道が整備されていて安全に楽しめます。私も実は飛び込んだんじゃないかって思われそうなんですが誤解です。ただ単に滝汗です。上まで登ってきました。あっちに見えるのは何だろう。式根島、新島、大島、なんか伊豆諸島が見えてそう。バス停もあるんですけど1時間に1本。
松の葉の松の枯れ葉で、ヘビがいる。全然余裕でヘビ。奥にさっき言った赤崎遊歩道があるんですけど、ここら辺のね一帯を名取湾というそうです。で今ここがすっごいかっこいい。神津島は昭和の時代に鉱化石を採掘して出荷していたそうです。建築とかの材料にするために。それを運んでいたこのトロッコの軌道跡がまだ残ってると。うわー、かっこいい。ちなみに渋谷駅のモヤイ像はこの鉱化石で作られています。このトロッコ自体は手押しだったそうで、なのでこう平坦に続いてるんですね。途中で大立の入り江という場所があったので、そこにも行ってみます。こういう道も多いのでちゃんと歩きやすい靴がいいですね。やっぱ島はいいですね。今日もうこっち着く時には4000円切ってたんで、ちょっとやばいかなとか思ってたけど、やっぱ自然をねこうやって無料でたくさんスポットがあって楽しめて最高ですね。やだー、トカゲだー。めっちゃ光ってるー、トカゲ。まあこういうのが無理な人は要注意ですね。サンダルとかで行かなかったら大丈夫じゃないでしょうか。すごいです。この岩の中をくぐっていく。よいしょ。これ黄色いのは何？すごいすごいアドベンチャー。うわー。でもゴミは捨てないでほしい。誰ですか捨てたの？なんかちょっと隠れスポットっぽい。すごい綺麗。このオレンジ色の岩はどういうあれなんだろう。硫黄？皆さんに一個お伝えしたいのは、自転車で神津島巡りはできるんですが、まあ可能であれば電動自転車を使った方がいいです。この近道の方はかなり森の中を歩きますので、虫嫌いの方にはおすすめしません。急がば回れです。はい、ということで本当私今ダイビングしてきましたって言っても絶対みんな信じてくれますよね。今は1時です。暑すぎ、やばい、チャリやっぱ暑すぎて顔が真っ赤。今回私の予算が帰りは含めずに2万円ということで、私は今日ここには泊まれないんですね。なので15時のジェット船で今日は東京にまた帰ります。自転車を返却し終えて、これから港の方に戻って、そこにご飯屋さんもあるので、やっとご飯を食べてゆったり船を待とうかなと思います。バイク借りられるのめっちゃ羨ましいですね。今日自転車は念のためと思って4時間で借りてたんですけど、ご飯ゆっくり食べたいなっていうので3時間で戻ってきて、そしたらね、早く帰ってきた分の返金をしてくださって、今日の企画ちょっと説明してたので、少しでもいいもの食べれるねって言ってくださって、これからのご飯がめちゃめちゃウキウキです。船着き場すぐ近くのよっちゃーれセンターでお昼ご飯、漬け丼を頼みました。すっごく美味しそうです。8匹と金目鯛。すっごく美味しくてびっくりしました。余ったお金でお土産を購入します。お土産に島のりを買いました。さっき食べて美味しかったので、残りのお金が113円になったところで終了です。東京から東京に日帰りで
今回約15時間の旅でした。神津島は星空もすごい綺麗だということで、今回は残念ながら予算の関係上泊まることができないんですけど、ぜひまた来て、その時は星空を眺めてから帰りたいです。でも日帰りだけでもやっぱり自然がこんなに多いとこれだけ満喫できるんだっていうので、かなり楽しかったですね。自転車屋さんとかにも自転車を書くときに宿を書く欄があって、日帰りって書いたら「え、日帰りですか？めっちゃハードですね」って言われていやっぱ日帰りで来る人いないよなとか思いながらでも夏の期間だったら15時のこの帰る便があるので、日帰りでも行けたということで、今回かなり満喫した旅になりました。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。